尊の会の伊波洋一さんから発言を受けていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。結集されました多くの仲間の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました沖縄選出の野党国会議員の会、ウリズンの会のメンバーの一人でございます参議院沖縄の風の伊波洋一でございます。他の皆さんが今日は来れなくて、私の方でご挨拶をさせていただきます。私もまた別の日程もいろいろあって遅れてしまいまして、どうも申し訳ありません。このように沖縄の戦いにこうして本土でも声を上げようと結集された 11.30 国会前アクションのご参加に本当に心から敬意を表します。そして私たちの国がですね、やはり今直面している大きな危機、あるいはそういうさまざまな問題を何としても変えていかなきゃいけない。とりわけ、今回国会は、与党少数ということが衆議院で実現をいたしました。そのことが大きくまさに国会の運営にも多く変わっていこうとしているところでございますが、これを何としても来年の参議院選挙で確定的なものにしながら、なお一層今の問題を解決する、そういう方向へ私たち沖縄もですね、頑張ってまいりたいと、このように思います。今回の国会、いよいよいろんな昨日は所信表明あったわけですけれども、変わっていかなきゃならない課題いっぱいありますが、12年前のですね、私がここで皆さんにお話ししたいのは、12年前の安倍政権の誕生以来、いわゆる閣議決定が即政策実行に結びついた12年間があるわけです。その中で、国会にも話をせず、それから国民とも相談をせず、さまざまな問題が行われてまいりました。特に例えば2014年の7月の、集団的自衛権の行使容認という閣議決定、これはそのままですね、憲法9条をなくしてしまったようなものになっておるし、そしてまた、その翌年のこの集団的自衛権の行使容認にも基づく平和安全法制、いわゆる戦争法が、可決されました。法律ですから当然国会通さなきゃいけないので国会通ってますけども、その後、2016年から2022年までの6年計画で南西諸島の軍事化という、これはここだけじゃないんですね。九州でもいろんなことが起こりましたけども、これで、奄美大島、あるいはその沖縄本島は元からあったわけですけども、宮古島、石垣島あたりにミサイル基地ができました。で、与那国にもミサイル基地ができるということになっています。で、そういうことがですね、着々と行われた最後の段階で、いよいよまた安保3文書の5年間、43兆円の大軍拡、これは 1% だった GDP の 1% だった日本の防衛予算を 2% にする過程にあるわけですね。で、これがこの5年計画で行われておりまして、もうすでに23年、24年、2年は経過しようとしています。これが目指すのは何かというと、全国に2000発の敵基地攻撃ミサイルを配備して、日本が敵を攻撃していく。で、この安保3文書をよく読んでみますと、シミュレーションとなどというのがあるんですけども、先制攻撃を前提にしてるんですよ。つまり、実はですね、アメリカはもうこの日本にも寄れないんです。有事になれば中国の地対艦ミサイルがもうグアム近くまで飛んできますから、そこからこっちに寄れないんですね。アメリカが言ってるのは、中国のミサイルを撃つことによって、あるいは速攻することによって米軍が日本を守りに来れると言ってる。結構ないです。実際はですね、私が思うのは、まさに日本が中国と戦争をさせて、そしてアメリカはそれを横目で見ると。で、人工衛星からの情報を上げるでしょうし、弾薬も持ってくるかもしれない、いろんなことあるかもしれないけども、そういうのが今進んでるんです。で、私たちはそのことがもう先日の金騒動、11月のですね、11月1日までの金騒動に10月23日からでしたけども、ある中でこの計画に基づく戦争計画、これが仕上げとして行われたんですね。その中でオスプレイが自衛隊駐屯地で飛べなくなって横に揺れてですね、本当に醜態を見せましたけども、でも着実にこれは動いているんですね。で、そのことを私たちはやはり変えなきゃいけない。で、これはもう国会の議論というよりは、やはり
政権を交代するか、あるいは与党、今の野党もですね、必ずしもそこら辺のことについては敏感ではないんです。つまり、日米同盟が本当に大事だと思ってるんですよね。もはやそうじゃないんですね。日米同盟は日本を守る同盟ではもうなくなってます。守らないんです。それで、むしろ戦争をさせていく同盟になってる。ね、ウクライナみたいになっていくわけですよ、日本が。そういう状況というのが、今日も明らかです。で、今何が行われているかというと、2年前からですね、先島の住民、12万人ですけども、これを九州と山口の各県に分散移転をさせるという計画が着実に内閣官房で作られています。で、今年の8月30日には石垣市民会館でその説明会をしました。6日間で移すので、1人10キロの荷物を持って行くんだと。じゃあその質問者の中からは行きたくなければ行かなくてもいいのかと聞いたけど、いや全員行くことになってるんだと。これが一つですよ。そして去年の10月には多良間島というところで、多良間島はですね、熊本の市に行くことになってるんです。で、その多良間島の方に同じように説明をしました。で、その時に出たのがですね、家畜はどうするのかと。多良間島というのは宮古島と石垣島の真ん中くらいにありますが、1100名ぐらいの人口なんです。ところが家畜は4000頭いるんですよ。4000頭。どうするのかということに対して答えませんでした。放っておくんですね。で、有事を想定しての話ですから、で、もういつ戻ってくるか分からない。皆さん、かつて疎開というのがありました。学童疎開とか。でもそれは一部の子どもたちが行くんですね。そして一部の家族が行くんです。でも今回は全員です。沖縄戦でも地域は残っていたんです。でも今回はですね、先島は社会そのもの、地域社会そのものがなくなるんです。結局いなくなるんだから全部。で、その上で攻撃拠点にしているので、米軍はそこで自由に戦闘ができるというような筋立てなんです。だけどですね、実際は米軍じゃないんです。自衛隊がやるんです。ね、つまり抑止という意味では米軍がいるように見せるけども、実際は全部自衛隊だけでやる。もうそういうふうに訓練されてるんです。で、これ11月25日の沖縄タイムズですが、対中作戦ほぼ固まると。これは実は今年の2月にシミュレーションが行われて、そして10月から11月にかけて、具体的な近総度の実装演習が行われて、その上で来月には台湾有事統合共同作戦を作るというような記事なんですけども、その時に今年の1月にですね、当時の、今もそうでしょうけど、自衛隊のトップのですね、吉田統合幕僚長がこの作戦に米陸軍が参加していないことに怒ったっていうんですよね。なぜ参加してないか。元からこれは参加してないんです。実際米軍はもうちょっとしかいないし、ほとんどいないんですよ。全部自衛隊がやるんです。そのことすら全体の知られてない。もちろんそれは国会議員にも知られてないんですよ。ほとんど言ってませんから。で、そういうことをそれ何と言ったかって、アメリカはいや台湾やフィリピンはもっと脆弱だから米軍はそこに行くんだというけど、実際聞こないと思います。まず台湾は行かないでしょう。さらにフィリピンはですね、今フィリピンに海兵隊や陸が行きますけども、どうやってるかというと、野外テントなんです。キャンプテントみたいな形で、移っていくんです。施設もいらない。だからフィリピンは直接的な基地を提供しないんですよ。このエリアは基地の一部を使っていいよということは言うけど、そこに施設はないんです。つまりあたかも行けてるように見せるような演習をしてるんですね。日本と全然違うでしょう。日本は施設を作りお金をかけて、というのはこれが地域にとっては建設業にも関わるし、賛成する大きな理由になりますからね。で、それで作られているのが今の状況です。でもこれがですね、結果的にはアメリカ側からはずっとこの間いつでも戦争ができるようにするという、そういう仕組みになっているわけです。
でここに記事があるんですけども、要するに米軍はもう自分たちの家族も戻すべきだと、当然その戦場になるような沖縄の場所に置くべきではないということまで論文になっている。こちらを移すことももう決まっている。で部隊も移るんです、有事の直前には。で残されるのは私たち県民や、あるいはこの地域の住民も一応九州にさせると、先島はですね。で沖縄はそのまま屋内避難しなさい、こうなってます。でこれがもう明確に作られておりまして、そういう日本でいいのか、つまり国土を戦場にする安全保障ってあるのかということをやっぱし私は問わなきゃいけないと思いますし、そのことをですね、私たちはやはり沖縄からしっかり発信をしていくし、これは沖縄だけの話じゃありません。安保3文書は究極的に何を目指しているかというと、日本全国における戦争を持続してやる能力を15兆円かけて300の駐屯地や陸自空自の基地に準備してます、ね、ミサイル無理先発自ら作っていくということもう動いてますし、そういう日本はあと 2,3 年では戦争する状況に今いるんですよね。でそのことが全く議論されない。私8年間外交防衛委員会にいますけど、自民党の方から安全保障論の議論がされたことが一度もないんですよ、ね、なぜかというと、アメリカが決めて日本がやってるだけだから。そういう国なんです、私たちは。だから私いろんな集会で沖縄独立した方がいいんじゃないかって言うけど、いや日本こそ独立すべきだと、ね、日本が独立することを私たちは願ってるんだと言うんですよね。だからそうしなきゃいけないんですよ。私たちの国があたかも米国の従属国であるということが本当に現実の中で動いてるんですね。そして今戦争が始まろうとしてるのに、戦争の準備がちゃんとされてるのにのほほんとしてますでしょ、ね、実際にその自衛隊は300あるんです。駐屯地や陸自や海自が、もう海自の基地にはトマホークが全部イージス艦に乗るんです。陸自のミサイル基地には全部長距離射程のが入るんです。でもあたかも何事もないかのように言うけど、でもアメリカ軍はですね、島々に行って撃つんですよ。それが要するに日中戦争をスタートさせるんです。そういう仕組みになっている。そこをぜひですね、私たちは来る参議院選挙もそうですけども、やはりそのあたりをしっかり知って、そして総反撃を各地域からしなきゃいけない。どの自衛隊基地は全国にあります。どの基地でもその準備がもうされているんです。そこをぜひ私たちがしっかり理解して調べてみてください。聞いてみてください。いかにね、基地の戦争の準備がされているかということ、沖縄だけではないんだということをぜひ理解していただいて、でやはり全体が全国からですね、そういう日本であってはならないということを実現しようじゃありませんか。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当に心が寒くなるような、戦争へ向かっている日本の実態を細かく発言していただきました。戦争をさせてはならない。本当に私たちは声を大にして今ここから走っていきましょう。辺野古と沖縄の島々の軍事化をついて参議院議員のオリズンの会伊波洋一さんのお話でした。皆さん大きな拍手をお願いします。